結構角度によって見え隠れするので、ぜひね真似してみてください。こんにちは、ココイストアートディレクターの野原美希です。今日はマグネティックジェルとちょっと面白いツールを使った時短デザインをデモしていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。今日はチップの方にデザインしていきますので、ベースジェルなどの塗布は割愛させていただきます。もうすでにチップの上にはですね、ブラックのカラージェルが塗布してあります。ココイストでしたらば E148 番のブラックエストブラック、またはこちらですね、私は今日こちらのブラック使ったんですけど、マーカーズラインのこちらのブラック、これを一度塗りで構いません。一度塗りをして硬化した状態、ここからスタートしていきます。次に使いますのがエキスポで新発売になりましたこちらドラマティックマグネット。今日は9番のドラマティックフォレスト、こちらを使っていきます。はい、すごく可愛いです。全16色いろんなカラーがありますので、ぜひココイストのホームページの方でご確認ください。今日はこちらの9番使っていきます。ドラマティックマグネットはこういったハケタイプなので、すごく手軽に使うことができます。フットとかにもすごくおすすめです。で、マグネットジェル、マグネティックジェルに関しては、少し圧をかけてしまうとマグネットパウダーがどうしても少なくなってしまって動きが少なくなってしまいますので、なるべくたっぷりめにつけるようにしてください。ドラマティックマグネット単品でも今日のデザインはできるんですが、今日は下地にちょっと黒を引いてあります。はい、さらにねちょっとデザインを際立たせるためにベースに黒を塗布して今日は進めさせていただいております。はい、全体にドラマティックマグネットが塗布できましたらば、これからマグネットで粒子を動かしていきます。はい、ココイストから発売されているマグネットがこちらですね。はい、こんな感じで小さいものとちょっと四角いものがついたこちらのマグネットと、こちらハイパワーマグネット、少しね強力なマグネット、こちらが出てます。私はちょっとねマグネットが割れちゃったりすることを防止するために、これココイストのシリコンキャップなんですけど、それをちょっとカットしてお洋服のように着せています。はい、これだけでもだいぶね衝撃吸収してくれますので、マグネットが割れにくくなりますので、よかったら試してみてください。はい、マグネットはねどんなものを使っていただいても構いません。ただよく質問されるのが、マグネットが苦手で動かすのが難しいっていう方もいらっしゃると思います。そういった方には今日はこれを使っていきます。これココイストの姉妹ブランドジェリストの方から発売になりましたマグネットスティックになります。今日はこのスティックタイプのマグネットを使って簡単に動かしていきます。特にマグネットで模様を作ったりする過程がなければ、こういったスティックタイプの方が初心者さんには扱いやすいかなと思います。ではマグネット動かしていきます。遠いと反応しないので、なるべく近づけるようにしていただいて、スティックタイプのマグネットでしたらばこんな感じでちょっと上下に動かしながら粒子を動かしていってください。ゆっくりね当ててください。で、今回のデザインはなるべく光を真ん中に集めたいので、爪の周り、今日はチップですけど周りから光を集めるように、こんな感じで光をね真ん中に、ちょっと見えにくいけど集めていきます。本当にこんな感じで、ちょっとね角度でマグネットが見えにくいですけど、横からこう上下させるだけで真ん中にどんどん光が集まっていくので、これを4辺からやっていけばいいだけ。爪先、左右、あとは甘皮側からっていう形で4方向からこんな感じで縦方向、横方向っていう形でマグネットを上下させてください。こんな感じで真ん中に光が集まったら一度硬化していきます。一度硬化して粒子の方が止まりました。そしたらもう一度、
ドラマティックマグネットを塗布して同じ工程をしていきます。マグネットの方も2度塗り効果っていう形で進めていきます。はい、真ん中にだいぶ光が集まりましたので、これで2度塗り目ですね。しっかりとマグネットを硬化していきます。では硬化している間に次の工程の説明をしていきます。はい、今日これからこの次の工程で使うのがこちらですね。スタンピングネイルのプレートになります。はい、皆さん一度は目にしたことがあるかと思うんですが、こちらのプレート本当にね、様々な柄で結構発売されています。もう私こういうちょっとね奇抜なアニマル柄とかのものが好きなので、こういうものを集めてしまうんですけど、本当に可愛いフラワー柄だとかレース柄だとかっていうものもたくさん発売されています。私結構コレクター気質があるのですごく集めちゃったりしてるんですけど、こういったものがたくさんあるので、今日はこのプレートを使ってデザインをしていきます。はい、で使うのも先ほどねちょっとベースの時にも説明しましたけど、こちらですね、マーカーズラインのこちらのブラック、これを使っていきます。スタンピングプレート、もともとねポリッシュとかでやるような形で、販売され始めたものかとは思うんですけども、ジェルでもね全然できるので、今日はねジェルの方で行っていきます。今日はねこちらのちょっとドット柄っぽい、水玉みたいな、今日これ使っていきます。ちょっと集合体が嫌いな人は嫌かもしれないけど、今日これ使いますね。そしたらマーカーズラインのブラックをスパチュラでピュッとこんな感じですくってあげます。そしたら使いたいプレートの、右でも左でもいいんですけど、スパチュラで先ほど取ったマーカーズラインのブラックをこんな感じで端っこの方にこんな感じにのせます。少ないとうまくいかないので、ちょっと気持ちね多めにのせておきましょう。でその後は、スタンピングプレートを買ったりすると、こういうスクレーパーみたいなものがついてくるので、こういったものを使っていきます。なかったら、こういったものしかなくて、スクレーパーなかったらクリアファイルとかをちっちゃく切って使ってもらってもいいと思います。でこれでこの先ほど溜めたこの端っこに溜めたこのマーカーズラインをこのスクレーパーでさっとこんな感じで広げて、このスタンピングプレートの中にジェルを入れ込んでいきます。わかりにくいけどね、ちょっとこんな感じで入れていきます。はい、じゃあこういったスタンピング用のツールで、はい、じゃあこんな感じでスタンピングの方に転写できたら、チップの方にグッと押し付けて柄を作っていきます。ちょっと見えなくなっちゃうけど、よいしょ。はい、こんな感じでスタンプビヨーンと押し付けてあげると、こう爪の上に柄が転写できます。そしたら一応ねジェルなのでライトで硬化していきます。で硬化してる間にこちらね、スタンププニプニしてるスタンプのツールなんですけど、これエタノールで拭き取っちゃったりするとちょっとベタベタしてきちゃったりするんですよ。なので一番、お掃除として楽な方法をこの間にお伝えします。私はこういったハンディライトとかでこの、表面に残ってるジェルを固めちゃいます。こんな感じで。もちろんねルブランの中で固めていただいても全然いいんですけど、お客様のお爪とかだったらお客様がルブランに手を入れてらっしゃると思うので、その間にはこういったココイスのこの、ハンディライト、ミルクケーキとかを使って固めちゃいます。こんな感じ。でもここの表面のジェル固まってるので、マスキングテープとかセロテープとかでペッと取ってあげると、こうやって綺麗にねこんな感じで剥がれるんですよ。なので拭き取るよりは固めてテープとかに貼り付けて取ってっちゃった方がお掃除としては楽ちんです。ベタベタしなくてよかったりするんで、やってみてください。テープをちょっとね新しいものに変えてペタペタとしてあげると、もう表面きれいになっちゃうので、これでまたすぐ次のデザインに使えます。はい、このまま普通にしまっちゃって大丈夫です。そうこうしてる間にチップの方硬化が終わったと思います。
はい、こんな感じで柄が入ってますね。そしたらもう最後の押し上げしていきます。もう仕上げは皆さんおなじみのこちらですね、ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェル、こちらを使っていきます。私もエキスポは2日間ブースにいたんですけど、ほんとこのウルトラグロッシーは皆さんご購入されていきましたね。本当にツヤが長持ちするから、もううちのサロンのお客様とかにもやっぱりね、1ヶ月経ってもツヤが本当にねなくならないと、もうツヤツヤのまま次のお戻りっていう形になるので、ご好評いただいております。今日はちょっとね風邪をひいてしまって鼻声でお送りしまして申し訳ございません。お聞き苦しかったかと思いますがすみませんね。はい、ではウルトラグロッシーがしっかりと塗布できましたらば完全硬化してください。はい、硬化終わりました。ツヤツヤ。まあ一見普通の、マグネットのようにちょっとこうね柄が入ったデザインかと思うんですけど、ここからこのマグネットの特性を生かしてこうね角度をつけるとこう柄が見え隠れするの分かります？ちょっとね海外の SNS とかでも結構こうねよく出てたデザインなんですけど、こんな感じで角度によってデザインが見え隠れするデザイン、私ゴーストマグネットとか言ったりするんですけど、面白くないですか？ちょっとこうマグネットに隠れて柄が見え隠れする。この見え隠れする感じがやはり最初のベースにちょっとね黒を一度引いたことによってこう隠れ度合いが大きくなる。すごくこう隠れて柄が見えなくなる感じになるので、しっかりとねこうちょっとゴースト感を出したかったら黒を引いてもらうのがおすすめです。もちろんちょっとねお見せします。これちょっと黒を引いたやつなんですけど、こちらはドラマティックマグネット単体でやって上にスタンピングしたものです。もちろんねドラマティックマグネットだけでも十分色によってこういった形で見え隠れするんですよ。9番とか特にこうベースのカラーがちょっとダークな感じなので、これだけでも十分見え隠れします。私は全然これでもいいかなとは思います。ただね際立たせたい場合はベースに黒を塗った方がさらにって感じです。あとはちょっとねスタンピングを使ったさらにちょっと別デザインみたいな感じなんですけど、スタンピングに使ったマーカーズラインがノンワイプタイプでミラーパウダーもしっかりつくことから、これはドラマティックマグネットの16番、この季節にもすごくおすすめなんですけど、16番のドラマティックルビーって言って少しね赤みの強いベースのカラーの上にスタンピングでちょっとレオパードをのせてミラーパウダーをこすったものなんですけども、もしね、スタンピングをした柄の上にミラーパウダーをつけたい場合はドラマティックマグネットを硬化した後に一度マットコートを引いてもらって、同じようにスタンピングの工程をしてもらって硬化したらミラーパウダーっていう形にしてあげると、こんな感じでミラーの、スタンピングの模様デザインが出来上がるので、いろいろねちょっと応用してみたりして、デザインちょっとね凝ったデザインとかはスタンピングたくさんあるので、サロンワークとかでもすごい時短につながります。ぜひねやってみてください。はい、でこれが最後に今日デモしたデザインになります。こんな感じで結構角度によって見え隠れするので、私こんなのが大好きです。ぜひね真似してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。 YouTube ココイストチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ココイストアートディレクター野原美希でした。ありがとうございました。